はい、こんばんは、フェマールでございます。今回は、エコフロー社のデルタマックス2000という機械があります。ポータブル電源になります。そちらの方のレポートをこちらの、越前町小橋さんの方でやらせてもらいます。こちらの方に RV パークというのがございます。そちらの今日は車中泊を絡めた紹介となっております。で、今日はもう導入編、もうこれからどんどんとエコフロー社さんの提携してますんで1年間それでやっていくんですけど、今日は触りの部分だけやらせてもらいます。よろしくお願いします。はい、そして今回のお邪魔させていただくのはこちら車旅クラブ RV パーク小橋となっております。こちらの方でここへポータブル電源を紹介しながら、今日はざくっと導入編なんでやっていきます。実はこのフリードさん、実は車中泊仕様だったというね、今まで2年間やってて全然これを言わなかったんですけども、今日はそれをふんだんに活用させていただこうと思います。じゃあこれがソーラーパネル、大きさ的にはこのような感じです。そして今回こちらの方に置いてありますのがデルタマックスですね。これの2000の方です。はい、出てまいりました。これですね。見た目こうやって見るとこれぐらいの大きさ、結構、子供には持てないかなって感じですけど、ただこの取っ手が素晴らしくうまいことこの力の入れやすいところにありますんで、割と持ちやすいと思います。で、これ使い方的にはあんまりよろしくないかもしれないけど、こうやって片手で持つこともできます。重さ的には20キロほどとなっております。よいしょ。はい、それではエコフローのこちらデルタマックス2000となります。はい、では各所のご紹介しましょう。まず電源ボタン、こちらになりますね。ここをポチッと押すことによって電源表示がつきますね。これはスタイリッシュでなかなかよろしいかなと思います。そしてこちらの方 USB-A 端子で、こちらファーストチャージってありますね。こちらの方もございます。で、こちらは USB の C タイプ 100W、 これが2つあります。で、こちらを作動させる場合にはこんなボタンを押すことによってこちらのポートの方の電源が出せるというふうになっております。普段は切っておきましょうね。で、回り込んでこちらの方は、このロゴがありまして、こちら吸気口ですね。そしてこちらに裏側を見ますと上からいきますね。こちらの方がソーラーパネルの端子にもなりますし、DC のシガライターケーブルもこちらでつなぐことができております。で、こちらのスイッチというのはこのポチポチってなりますけども、この入力の切り替えというか、急速充電にするか、こちらマニュアルにこちらにするとマニュアルのレベル設定で、例えば800W で入力してくれっていうこともできるというわけになっております。こちらの方の切り替えはスマホのアプリの方で切り替えが可能となっております。で、こちらの方が AC からの入力電源でございます。で、これはブレーカーですね。で、6個口のコンセントがありまして、これがなんとね、こちらの出力が 2000W も出るんですよ。で、サージで 4200W、 これ相当ですよね。ほぼほぼ家庭で使えるものってもう使えないものを探すの方が難しいんじゃないかなと思います。で、そしてこのエアコンのコンセントでよくあるこの形ですね。これもありますんでエアコンも使えちゃうというね、この辺はまた余裕実験していきたいと思います。で、こちらにシガーライターのありますね。シガーライターのソケットと DC のソケットがございます。こちらに参りますと、これが排気口ですね。排気ファンがあるとはずです。で、こちらの方に2つこのようなこのめくら蓋があるんですけども、これが何かというとエクストラバッテリーをつなぐことができます。エクストラバッテリーというのがこちらの方をバッテリーを増設することによって 6000Wh ぐらいかな、ちょっと上に変えていきますけどもの追加ができることになっております。ほぼほぼ僕の使い方でいうと電子レンジをこれから対応すると思うんですけども、これ一つでほどいけるとは思うんですけどね。じゃあとりあえず今回はこのソーラーパネルがあるんで、早速これをつないでみましょう。それをつなぎながらいろいろ語っていきたいと思います。はい、では開けていきますね。こちらの方ね、このファスナー全面こうやって開かります。これを開けることによって、でこれ取り扱い注意してくださいね。いくら強化品とはいえガラスの類ですから、これ開けますとこのようなソーラーパネルがこうやって見えますかね。折りたたんで入っております。はい、重さは 9.5 キロあるそうです。結構重たいですね。思ったより僕このソーラーパネルっていうのは初めてなんであれだったんですけど、もっと軽いものだったら結構ガチッとしてますね。で、今日風が強いんですけど、これぐらい重さあれば飛んでいくことはないと思いますんでね。
そしてこのエコフローさんのこの 220W のこのソーラーパネルっていうのがすごい特徴ありまして、普通片面じゃないですか、発電面って。これ裏面もあるんですよ。これ両面です。両面、こことほら両面あるんですよこれ。ということで、実質的にメイン使うのはこの表だけなんですけども、この倒した時に下からの照り返しとかを使うんですかね。それを含めてやることによって裏面が、表面が 220W で裏面で 155W の発電、定格出力がございます。両面受光パネル採用で高い発電効率を実現。 220W 両面受光型ソーラーパネルは表面からの太陽光も受けるだけでなく、裏面からも地上、屋上や大気中あらゆる反射光を受光し、通常表面のみの発電量にプラスして発電量を得ることが可能です。裏面からの入射光の条件によって最大 25% の出力が増加しますということになってます。だからそういった意味ではこの裏面あることによって非常に効率的な発電が可能となっているようです。実際骨は使ってみないと分かんないですし、表面だけのっていうのは僕も使ってもないんで何とも言えないんですけども、そしてなんとこちらの方はね、防塵防水仕様となっておりまして IP68 というレベルのですから相当高い、だから雨の中でも使えるぐらいのもんかな。148度の耐熱性もあります。夏のキャンプや車中泊などで炎天下のご利用や急な天候変化があっても心配いりませんとあります。素晴らしいですね。外で使うもんであって防水がないとかそんな言われたらどうもなりませんからね。じゃあ広げてみましょう。広げますとこのサイズですね。結構大きい。僕が手のひらいっぱい広げたぐらいですね。結構ありますね。そしてこれを実際につないでみましょうか。はい、じゃあつなげていきます。で端子がこれ一般的というかなんていうか MC4 端子かになってますんで、他社製品でも使えるそうですけども、そのエコフローさんのこのポータブル電源つなぐ場合にはこの純正品というかエコフローさんのこのソーラーパネルを使ってくださいという感じですね。でこのさっきのカバーが、これがこの角度を変えるためのツールになります。ジッパーを使って角度を調整する感じですね。入射角的にはこんな感じでしょうね。で立てたい場合はちょっとこの方向にしたかった場合にはこのジッパーを使うことによって角度を変えることができるっていう感じですね。こうやって上げたければこのジッパーを上げることによってこういう角度を変えることができる感じになっております。もうこれはまってますけども MC4 かの端子となっております。これありますんで、すごい、はい、187W の入電してますね。でこれによってこのポータブル電源に充電していくことになります。実はこちらスマホと連動してこの中の情報を見ることができます。その使い方はついでにあります。こちらに IoT リセットっていうボタンあるんですね。ここに長押しします。Wi-Fi ネットワークにエコフローっていうのが出てきますので、こちらの方を接続します。そしてこのエコフローのスマホアプリがあるんですけど、これを押すことによって今現在のこの入力値に 187W とかこれも出てきますし、こちらの方に 72%、そして内部温度とかも出てますんで、そちらの方も把握できます。あと出力もこちらの方で見れますんで、そのようなことができるアプリがございます。何に使えるかっていうと、今の話、どうしてもこのソーラーパネルってちょっとしたことでこのワット数、入力ワット数変わってきます。で一番良さげなとこを探すのに、このアプリを見ながらですね、この入力ワットが高いところを探して、今 188W、187W、でも表面 220W で発電するこのパネルで190W ぐらいで出ますから、ほぼほぼ混んでマックスだと思うんですけど、おそらくね、ちょっと僕もソーラーパネルに関してはもう初体験みたいなもんなんであんま言えないんですけど、でもほぼほぼ多分ほんの 220% 全部出るっていうことはなかなかないと思うんですよ多分。でほんとちょっとした影があるだけでも結構落ちますからね。これ今全面出てますけども影映ってますよね。今影映っただけで、今こういう影映っただけ、スマホの影映っただけで今179まで落ちました。ちょっとこの辺はこれから考えていきますわ。勉強していきます。ただ言えることは、この電源がない場所でこちらの方が
ソーラーパネル、お日様さえ出ていればこのような充電ができるわけですよ。今現在が 72% ってなっておりますけども、ほんでこの状況で今4って書いてあるじゃないですか。これが今現在 187W 入力で4時間でフルマックスの充電ができるっていう意味なんですけども、ほぼほぼ車中泊レベルやったらもう十分な充電できちゃうんじゃないかなと思うんですよね。ただまあこれは実践で僕らも使ってみないと分かんないところです。一般的なその扇風機使うとか電気毛布使うとか、でも電気毛布 40W ぐらい使うんか。まあこれはもう使っていってのレポートですね。そして表面だけでこの 220W のこちらの発電容量ありますけども、裏見ていただくと裏面にもこの発電面があるというね、これは初めて見ましたし、こんなんなかなか珍しいんじゃないですかね。これって結構風強いんですよ今日もう外部マイクつけてもう多分風切り音入ってると思うんですけど、さっきここの宿主さんにも、言われたんですけど、この風強くてこれ大丈夫なのって言われたんですよね。ここ壁もあるからあれでしょうけども、でも結構ね風吹いてるんですよ。でも今そんな言うてびくともしてないですよね。ほら台風レベルとか今ほらガーって今吹いてるんですよ。今風切り音あると思いますけどビュービュー吹いてるんですよ。その状況でも飛んでってどっか海の木図になるっていう感じじゃないみたいなんで、この辺は安心かもしれません。じゃあもう今のところ 180W ぐらいで充電しておりますけども、そしてこのデルタマックスにしろこの他のエコフロー製品ですよね、エクストリーム充電っていうのがございます。これもうすごいこと、もう他社さんでいうと充電時間がもう5時間とかかからないと満充電にならないとかそういったもんですけども、こちらのエコフローさんすごい技術がありまして、この AC 電源 1500W で入力した場合だったらこちらの機械ですと空に近いとこからですと2時間ぐらいで満タンになっちゃうっていうね、とんでもない話なんですよ。他社だったら多分ねこの容量でいくと7時間とかかかるんじゃないですかね。でそれを今検証しますね。そしてこちらの RV パークですけども、このようにドラムの電源を貸していただけます。 RV パークのいいところはこちらもあるんですよね。この電源ないところもありますけども、ほぼほぼ電源付きのこういう RV パークの方が多いと思いますんで、それを使うことによってこのポータブル電源の充電ができるわけでございます。そしてこのエコフロー社のこちらのポータブル電源なんですけども、他社製品ってこの AC ケーブルこれ持ってきてもどでかいAC アダプターっていうのがついてるんですよ。この箱みたいな弁当箱みたいなやつ、これがないんですよね。これが多分ミソやと思うんですけど、おそらくですけど、これがないことによってのなんか効率的なものなんかちょっと分かんないんですけど、技術的なことは分かんないですけど、単純にこれを使うことによって持ち運びも楽ですよね。その中でこれを直接つないでどうなるかいっぺんやってみましょう。そして特徴2ですけど、こちらのソーラー電源を充電した上でこれダブルで充電できるそうです。これもすごいよね。特許技術エクストリームにより驚きの急速充電デルタマックス2000は2時間でフル充電される驚きの充電速度を実現。エコフローの特許技術エクストリーム充電テクノロジーによって標準的なご家庭の AC コンセントから 1500W の急速充電が可能になります。さらに2つの充電方法を組み合わせることによってデュアル充電でより早く充電することもできますってことですね。ってことでやってみましょう。今現在このソーラーパワーで 188W の今入電しております。これでこちらの方をつなげてみますね。ただでさえこのコンセントだけで爆速なんですよ。これでダブルってどうなんのこれ。一旦ソーラー抜きます。純粋なこの電源のワット数っていうかこれを見たいんで、じゃあこの AC ですね。さっきも言いましたけど AC アダプターがないっていうのはめちゃくちゃいいんですよ。これ中でなんかするのかな、どうなってるんですかね。ちょっとこの辺テクノロジー的なことはよくわからんですけど、でこちらの方つなぎます。はい、ポチッと。そうしますとさあどうかな、このあそこのコンセント容量がどうなんかがわかんないですからね。急速充電してあるよね。600、700W ぐらいで落ちちゃいますね。だからこういう場合の時のためのものがありまして、さっき言いましたけども、ここに急速充電とこの低速カスタム充電っていうポッチがあります。これを下にありますね。最大 AC 入力、これ今1500になってますけども600で設定します。
電気容量、家の電気容量が低い場合に 1500W 入れちゃうと向こうがブレーカー飛んじゃうとかってあるらしいんですよね。それを抑制するためのこういう機能もございます。そして今安定するために私今 600W に設定しました。そうするとこれ安定して、600前ですけども、ここで止まって充電ができるわけです。でもこれたとえね 600W でもこの残量 74% でも1時間の時間があれば満充電します。そして先ほどのデュアル充電やってみます。で現在はこの今コンセントで 600W 給電しております。でさっきソーラーパネルだけでも 180W ぐらいの入電があったんで、それをダブルでできるかどうかやってみましょう。入れますよ、ポチッと。このコンセントで今 600W ぐらいの入力に設定しました。それでソーラーパネルが 180W のダブルで今入電してます。そうすることによって表示パネルまた変わりましたね。これ早くなったんで、残り時間1時間切った59分でこれもうマックス充電するそうです。すげえよねこれ。いやほんとこれすごいんですよこれマジで。他社では本当にこれ時間かかるんですよ。で他社さんがそのダブルでこのソーラーと AC のダブル充電できるかどうかはちょっといろいろあるんでしょうけども、この機械に関してはそれができるわけですよ。だからこれすげえよね。で今回こちらの RV パークはこうやってねこのドラムさん貸していただけるんで、こんなソーラーもいらんですけども、一般的な何ですか、道の駅とかで泊まられる方でもちょっと邪魔になったらダメですけどね、そういうところで電源ない場合でもこういう充電ができるんで、充電して例えばじゃあ AC に抜きますわ。 185W とかあって、これ結構安定してるんですけど、この状態で4時間あればこれ満充電しますね。満充電しなくてもこの 2016Wh かの容量ありますから、ほぼほぼもう2日3日ぐらい持つんじゃないかな、普通の人だったら。よっぽど変なこたつでも使わん限りはと思います。今日はダブルで充電して満充電しちゃいましょう。私の家オール電化の家なんですけども、そのコンセント、本当の壁のコンセントを直差しでやった場合で 1350W 出てましたんで、あれだったら今のこれの倍ですよね。だから700の11とかの時間だから、これやったら今58分で出てますけども、これが30分ぐらいでもう 70% の残量だったらもう満杯になっちゃうってことになっております。これがすごいんですよ、ほんとマジで。エコフローさんの強み、これほんとすごいマジで。この充電制御、充電のために僕はこちらを選んだって言っても過言じゃありません。本当にマジで。せこせこと車中泊の準備やら他の撮影していたんですけども、その間にもう1時間ぐらい経っちゃいましたね。で太陽はさんさんとまだ照りつけておりますけども、今どうなってるかですよね。はいオン。もうあれですね、 100% 入ってますね。はい、ありがとうございます。で充電も終わってますんで、こちらの方のワット数も出ておりません。はい、ということで今日はこちらの方のソーラーパネルの方はこちらでもうお役御免ということで、十分役に立ったってことですよ。この今電源使ってたから今完充電になったとはいえ、ただやっぱこの電源ない状況でこのソーラーパネルがあるっていうことで、たとえそのソーラーパネルだけでも80% ぐらいまでいってたとは思うんですよ。80% って結構な容量ですからね。上にテロップ出しますけども、それまではこうやって何の電源もなしにこういう非常用としても使えます。例えばこの災害が起こった時にもう電気が来なかったっていう時にこのソーラーパネルあることによって、この贅沢な暮らしっていうか、この電子レンジ使うとか、すごいあったかいものを熱源を使うとかっていうのを使わなければ、部屋の明かり灯すとか、携帯のスマホの充電するとか、あとはそういったライフライン的なことで、冷蔵庫も動きますこれで、そういうことにも使えますんで、そういった意味ではソーラーパネルはやっぱセットであった方が僕はいいかなと思いますね。じゃあこちらの方は撤収させていただきます。でそしてまた後でこの小羽さんの施設で役立つことないかっていうネタをやりますんで、それまでお待ちください。この生けすが動かなくなった場合を調整して、このポータブル電源があったら使えるかどうかをやってみたいと思います。停電状態ですね。これやばいです。はい OK。 はい、立ち上がりました。4時間持ちます。はい、車中泊モードになりました。夜はこちらも今日は、そんなに大した
電気使うことはないんですけども、これで、今日湯物を済まして、下のポータブル電源を活用しようと思っております。